女性店員。俺にはささやかな趣味があった。仕事帰りに家の近くのコンビニにより新発売のデザートを物色することだ。その日一日の疲れを癒すための俺だけの儀式だった。その夜も俺は残業で疲れ果てた体を引きずり、午前0時を少し前にそのコンビニへ入った。店員からのいらっしゃいませという声はない。これもいつものことだ。この時間のシフトに入ってるのは40代くらいの不愛想なパートの女性店員 S さんだった。彼女は客が来ても黙々と作業を続け、会計の時に金額を告げるだけ。俺はその距離感がむしろ心地よかった。だがその日は少し様子が違った。S さんはレジで誰かと話していた。相手はくたびれたスーツを着た50代くらいの男だった。男はレジに商品を何も置かず、ただ S さんに向かって何かをボソボソとつぶやき続けている。S さんはその男に背を向け、レジカウンターの内側にあるタバコの棚に商品を補充しながら、もう帰りなさい、帰りなさい、と低い声で繰り返していた。変な客に絡まれてんのか。俺はそう思い、デザートコーナーへと向かった。おう、このエクレア、復活してるじゃないか。俺は目当ての品を手に取り、レジへと歩いていく。すると、さっきの男はいつの間にかレジカウンターの中に入り込んでいた。そして S さんの真横に立ち、また何かをボソボソと囁いている。S さんはまるでハエでも払うかのように男を手でしっしと追い払う仕草をしていた。オーナーだろうか、それとも S さんの夫かなんかか。俺がそんなことを考えながらレジの前に立つと、 S さんは俺を一別し、このレジは使用できませんというプラスチックの札をさっと置いた。なんだよこいつ。俺は心の中で毒づきながら、もう一方のセルフレジで会計を済ませた。店を出るとき、もう一度だけ S さんの方を見た。彼女はまだ背後で囁き続ける男を無視し、黙々と作業を続けていた。次の日、その日も俺は仕事を終え、あのコンビニに寄った。だがレジに立っていたのは S さんではなかった。店長らしき頭のハゲた60代くらいの男が不慣れな手つきでレジを打っていた。そのまた次の日も S さんはいなかった。そして2週間が過ぎた。いつものようにコンビニに行くと店長はおらず、新しく入ったらしい大学生くらいの若い男性店員がカウンターの中に立っていた。俺がデザートを何にするか悩んでると、彼は、いらっしゃいませ、
元気よく声をかけてきた。そしてレジを出て、テキパキと商品の品出しを始める。あの S さんや店長とはえらい違いだ。俺はプリンを手に取り、レジへと向かった。すると男性店員はすぐに気づき、はーい、お待たせしました。と、笑顔で駆け寄り、会計をしてくれた。それから1週間、俺とその若い男性店員 A 君はすっかり顔なじみになっていた。その日俺がシュークリームを手にレジに向かうと、彼はいつもありがとうございます。と言い、すぐに会計を済ませてくれた。店内に他の客はいない。俺はふと気になっていたことを彼に尋ねてみることにした。いやー、いつもありがとうね。君が入る前にいたおばちゃんの店員なんだけどさ、あの人と全然違うわ。最近あのおばちゃんいないけど、どうしたんだろう。俺がそう言った瞬間だった。A 君の顔から笑顔がスッと消えた。彼は今まで見せたこともない無表情になると、ゆっくりと顔をうつぶせた。店の明るい照明が彼の顔に暗い影を落とす。そして床の一点を見つめたまま、低い静かな声でこう言った。死にましたよ。僕の母です。俺は心臓を氷の手で掴まれたような衝撃を受けた。何かやばいことが起きたのだ。俺は直感した。そうなんだ。それは。俺はそれ以上何も言えず、逃げるように店を出た。あれから俺はあのコンビニには行っていない。そして一人になると、あの夜の光景を繰り返し思い出す。S さんの隣に立っていたあの男。思い返してみると、その姿は明らかにおかしかった。男の体、そこには上半身がなかったのだ。くたびれたスラックスを履いた腰から下の体、そしてその上にあるはずの胴体はなく、顔だけが宙に浮かんでいた。その顔が S さんの肩口に寄り添い、何かをボソボソと囁いていた。人間ではない何か。なぜ俺はあの時、それが幽霊だとすぐに気がつかなかったんだろう。あんなにも異様な見た目をしていたというのに。俺の脳がその異常な光景を勝手に普通の人間として補正してしまっていたのだ。そしてあの S さん。彼女はその幽霊が原因で亡くなったんだろうか。それとも毎晩自分の隣に現れるそれの存在に疲れ果て、彼女自身が何かを選んでしまったのだろうか。
その答えを俺は知る由もない。ただ、あの最後の夜、S さんが男を追い払う仕草は恐怖からではなかった。それは長年連れ添った相手に対するようなひどくうんざりとした仕草だった。そのことだけが今も俺の記憶に強く焼き付いている。だるま。俺の祖父の家にはだるまが出ると子供の頃から聞かされていた。祖父の家は田舎の大きな農家だった。家の中には長く暗い一本の廊下が奥まで続いている。その廊下にたまにだるまが出現するのだという。それは血縁関係のものだけが見える。だから正体を持ったおじやおばは見ても、外から嫁いできたその伴侶たちには見えないのだと。神出鬼没に現れるそれは廊下の奥から転がってくる。そして目撃者の目の前でピタリと止まり、じーっとこちらを凝視する。だがそれは縁起のいいものらしかった。見ると幸運が訪れるのだと。あれは血縁のものなら一度は見るんじゃ。だからお前もそのうち見ることになるよ。帰省するたび、祖父は俺にそう語り聞かせた。子供だった俺はその話が怖くてたまらなかった。俺が中学3年に上がった年の夏、両親と共に久しぶりに祖父の家へ帰省した。祖父は昔と比べれば年を取った。だがまだまだ元気だった。俺はもうだるまの話などすっかり忘れていた。その日の深夜、俺は尿意で目を覚ました。寝室を出て例の長い廊下を歩く。トイレは廊下の突き当たりにあった。廊下はオレンジ色の豆電球が灯っていたが、ひどく薄暗い。自分の足音だけが古い床板をきしませていた。トイレは数年前にリフォームされていて綺麗だった。俺は便座に座って用を足す。そして再びあの暗い廊下へと出た。まだこの廊下を引き返さなければならない。そう思うと少しだけ気が重かった。自分の寝室へ向かって歩き始めた時だった。廊下の奥、俺が出てきたトイレのすぐ手前に人が四つん這いで伏せてるのが見えた。なんだあれ。俺は目を凝らし、そして驚いた。それは
数年前に亡くなった祖母だった。一目でわかった。小柄な体型も白髪混じりの髪も祖母のものだ。生前の祖母はいつもにこやかで品のある可愛らしい人だった。だが今廊下にいるそれからその面影はみじんも感じられない。獣のような低い声が床を張ってきている。その声が発する振動が俺の足元から伝わってきた。その瞬間だった。四つん這いだった祖母はすくっと立ち上がった。そしてこちらに生前の優しい顔を浮かべてニコリと微笑んだ。ああ、ばあちゃんだ。俺が安堵しかけたかと思うと、今度はまた高速で四つん這いのポーズに戻る。立ち上がる、しゃがむ、右を向く、左を向く。人間には不可能な速度でその動きを前後左右に繰り返す。そしてそれはだんだんこちらへ向かってきた。高速で動く祖母の姿は無数の残像を生み、やがて一つの楕円形の塊になった。その動き、その形、俺は完全に思い出した。じいちゃんが話していただるまの話を。俺は恐怖で叫びそうになるのをこらえ、自分の寝室へと全力で走った。背後からゴロゴロと何かが転がってくる音が迫る。だるまになった祖母だ。寝室の襖まであと数歩。だるまが俺の背中に追いつき、その肩が触れそうになった瞬間、俺の手が寝室の襖に触れた。パン。すぐ背後で風船が割れるような乾いた破裂音がした。俺は振り返った。だがそこにはもう何もなかった。だるまになった祖母は粉々になって消え失せていた。後には静まり返った暗い廊下が続いてるだけだった。俺は自分の寝室に転がり込み、荒い息を整えた。心臓がまだ激しく脈打っている。だが恐怖はゆっくりと薄れていった。そして別の感情が湧き上がってきた。そうだ、じいちゃんは言っていた。だるまを見ると幸運が訪れると。俺が見たのはあのだるまだったのだ。形は少し不気味だったかもしれない。だがどんな形であれ、久々にばあちゃんに会えた。そう思うと俺は嬉しくなった。ばあちゃんが幸運を知らせに会いに来てくれたのだ。怖いという感情はもうなかった。俺はその後、不思議と深く穏やかに眠ることができた。
翌朝俺は少し興奮しながら祖父に昨夜の出来事をすべて話した。じいちゃん、俺見たよ、だるま。ばあちゃんの姿をしてたんだ。これで俺にも幸運が来るんだろ？俺の話を聞き終えた祖父は顔を青ざめさせ、わなわなと震え始めた。なんじゃそれ。わしはそんなもの一度も見たことも聞いたこともないぞ。わしが見たというだるまはな、手のひらに乗るくらいの小さな赤い置物のだるまじゃ。それがたまに廊下の隅をコロコロと転がるだけじゃ。幸運なんてのもただの言い伝えじゃよ。祖父は俺の目を恐怖に染まった目で見つめた。お前は一体何を見たというんじゃ。ばあさんも死んでからどうなってしまったんじゃ。俺は言葉を失った。では俺があの夜に見たものは一体何だったというのだ。祖母の優しい顔をかぶり、だるまのふりをして廊下を転がるあの異形のもの。それは俺の一族に幸運をもたらす縁起物などではない。もっと別の何かだ。そしてそれは今もあの家の長い廊下の闇のどこかに潜み、次の血縁者が訪れるのをただ静かに待ち続けてるのかもしれない。今度はもっと別の姿で。例の件。俺には行きつけのパチンコ店があった。駅前から少し離れた場所にある P 店。外観は古びているが、内装はいつもきれいに清掃されていた。俺は特に海物語シリーズが好きで、その日も休日の朝からお気に入りの一台に座り、黙々とハンドルを握っていた。銀の玉が盤面を弾ける甲高い音、鳴り響く電子音。俺はその騒音の中で無心になるのが好きだった。昼過ぎから打ち始め、時刻は午後3時を回っていた。そろそろ腹が減ったな。そう思い、何気なく店内を見回した時だった。数台離れた席で一人の若い女性があたふたしながら玉を箱に移している。パチンコ初心者だな。一瞬でそう思った。どうやら大当たりを引いたらしい。だが、ドル箱の交換の仕方もわからず、どうしようどうしようと小さな声でつぶやきながら明らかに慌てている。茶髪でどこにでもいる普通の女子大生といった容姿だった。俺は見ていられなくなり席を立った。
大丈夫ですか？俺が声をかけると、彼女はビクリと肩を震わせ、こちらを見た。すみません。これ、どうしたらいいのか。その問いに俺は手際よく呼び出しボタンを押して店員を呼んでやった。そして空の箱と交換してもらう。僕も近くで売ってるので、他にわからないことあったら言ってください。でも店員さん呼ぶのが一番早いと思います。困ったらこのボタンを押しましょう。俺がそう言うと、彼女は嬉しそうに。ありがとうございます。今日パチンコやるの2回目で何もわからなかったので、すみません。と、満面の笑みで言ってきた。だが、その笑顔とは裏腹に、彼女の視線は常にキョロキョロと店内を伺っている。何かをひどく恥ずかしがってるようだった。正直その笑顔と仕草がとても可愛かった。やがて彼女の大当たりも終わったらしい。俺が自分の台に戻って再会していると、彼女が後ろから声をかけてきた。さっきはありがとうございました。そのまま店の自販機コーナーへ行き、彼女は俺に缶コーヒーをおごってくれた。俺たちは自販機の横で並んでコーヒーを飲んだ。すると彼女は何かを決心したように口を開いた。こんなこと言ったら気持ち悪がられるかもしれないんですけど、彼女は上目遣いでしどろもどろにそう言ってきた。嘘だろ。まさか俺に惚れたのか。俺は高なる動機を抑え、冷静を装って言った。どうしたんですか？すると彼女は俺の予想とは全く違う言葉を口にした。あなたもこの場所で役割があって来たんですか？役割？俺が聞き返すと、彼女はこくりとうなずいた。はい、例の件です。このお店に頻繁に幽霊が出るって噂があって、パチンコやスロットで遊んでる人たちの後ろに赤いドレスを着た男性の霊が現れるっていう例のやつですよ。耳元で殺してやるって何度も囁いてくる。顔は男性で体は女性の霊。それを聞き、俺は、はいと、すっとんきょうな声を上げてしまった。幽霊、赤いドレス。そんな噂は聞いたこともない。俺はただ、海物語が好きなだけだ。すると、俺の反応を見た彼女は顔を真っ赤にして慌て始めた。違うんですか？
だってさっきもあなたの背後にその幽霊いましたよ。その霊と会話もしてそうでしたし。それに、霊感ない人もそのブロックには人が立ち入れないほどの雰囲気ありましたから。だから私たちがいたブロックだけ人がいなかったでしょ。だから私と同じでこのお店から依頼があって来た方なんだと思いました。何それ。そんなの知らないよ、俺は。俺が呆然としていると彼女は、違ったですね。はぁ。と、気まずそうに言いながら何かをブツブツとつぶやき始めた。そして、よしと一つうなずくと俺に向き直った。一応お守りみたいな呪文唱えといたので大丈夫ですよ。その霊、あなたのこと気になり始めてたみたいです。もう少しで危なかったですね。でも一応ここにはしばらく来ない方がいいかもです。念のため1ヶ月後からまたここにいらしてください。そう言うと彼女はペコッと一度深く頭を下げ、自分の席へと戻っていった。残された俺はコーヒーを口に入れようとしたまま固まっていた。俺の背後に幽霊。俺がいたブロックだけ人がいなかった。言われてみればそうだったかもしれない。俺はいつも周りを気にせず台に集中している。そしてあの子、彼女も役割があると言っていた。一体何者なんだ。それから1ヶ月後、俺は彼女の言いつけ通り、久しぶりにあの P 店を訪れた。すると、店内の雰囲気がガラリと変わっていたことに気づいた。以前はどこか空気がよどんでる感じだった。だが今の空気は違う。とても澄んでいてクリアだった。でもそうか。あの子はもう役目を終えたんだな。もう彼女に会えないことを少し寂しく思いながら、俺はいつもの海物語のコーナーへと行く。人はまばらに何人かいた。空いた席に座り、ふーと一息ついてハンドルを回した瞬間だった。またお会いしましたね。後ろからあの明るい声がした。彼女だった。A と名乗った彼女は俺の隣の空席にニコニコと笑いながら座った。あれ、もうここには来ないんだと思ってたよ。店の雰囲気すごく変わったね。その例に成仏でもしてもらったとか。俺が聞くと彼女は、まあそんな感じです。と元気よく答えた。でもよかった。また会えた。嬉しい。話を聞くと彼女はあれから毎日
この店に通っていたそうだ。そしてすっかりパチンコが好きになってしまったんだと。その後俺は何回かその店で彼女と会い、連絡先を交換した。今では彼女とは友人になっている。俺の3歳年下だということも分かった。今度彼女をデートに誘おうかなと思っている。でももしデート中に幽霊的な話になったら嫌だな。そう思うとちょっと躊躇している俺がいる。絵巻物。大学4年の冬だった。必要な単位も取り終え、就職先も決まった俺は、卒業までの自由な時間を使って一人旅に出ることにした。相棒は一台の中古のバイク。日本を気ままに縦断する旅だった。旅先で出会う人々は皆親切だった。見知らぬ俺に宿を世話してくれたり、食事をご馳走してくれたりした。俺は人間の温かみに触れながら旅を続けていた。その日俺はある田舎道を走っていた。見渡す限り広がる広大な田んぼ。その真ん中を一本の道がまっすぐに続いている。周囲に建物は何もない。聞こえるのは俺のバイクの低いエンジン音だけ。世界に俺一人だけが取り残されたような静かで穏やかな時間だった。道をそのまま走っていると、俺は前方の遥か遠くに動くものがあるのに気がついた。最初はカゲロウかと思った。だがそれはゆっくりと確実にこちらへ近づいてくる。人だ。一人の人間が走っている。だがその走り方は異様だった。手足をばたつかせ、もつれるようにして全力で疾走している。その必死の形相が静かな周りの風景から浮き上がり、ひどく奇妙な光景に見えた。しかも一人ではない。その人物の後ろから次々と人が現れる。道幅はそれほど広くない。だが何十人という老若男女が道いっぱいに広がり、こちらに向かって走ってくるのだ。俺は恐怖を感じ、バイクの速度を落とした。そして後ろを振り返る。今来た道も同じだった。背後からおびただしい数の人々がこちらへ向かって迫ってきていた。俺は前後の集団に挟まれる形になった。逃げ場はない。俺はバイクを止めた。目の前の集団がすぐそこまで迫ってくる。
男も女もいる。老人もいれば、幼い子供もいた。彼らの服装は古く、皆一様に泥と汗にまみれていた。そしてその顔は恐怖と絶望に歪んでいる。だが彼らの目は俺を見ていない。俺の存在などまるで気づいていないかのように俺の体を通り抜けていく。彼らに触れられることはない。だが彼らが通り過ぎるたび、冷たい風と古い土の匂いが俺の鼻をついた。やがて前後の集団が完全に通り過ぎると、後にはまた静寂だけが残されていた。俺は何が起きたのかわからず、その場に呆然と立ち尽くしていた。やがて日が暮れ、俺は近くの小さな町にたどり着いた。そして古い一軒の宿を取った。宿の主人である老人の K さんに、俺は今日見た光景を話した。すると K さんは驚くでもなく、ただ静かにうなずいた。ああ、あの道ではたまに見る人がおるそうじゃ。特にあんたみたいに外から来た若い人はな。それ以上 K さんは何も語らなかった。翌日、俺は町にある小さな資料館を訪れた。K さんの言葉が気になり、この土地の歴史を調べてみたくなったのだ。歴史資料館の建物は古く、利用者は俺一人だった。館内を歩いていると、俺は一枚の古い絵巻物の前で足を止めた。数百年前のこの土地の合戦を描いたものだと説明書きがある。その絵を見て、俺は全身の血が引くのを感じた。そこに描かれていたのは、俺が昨日見た光景そのものだった。田んぼの真ん中の一本道。そこを逃げ惑うおびただしい数の人々。説明書きにはこうある。この絵は合戦に敗れた一族の最後の姿を描いたものである。一族は女子供に至るまで敵兵に前後から挟み撃ちにされ、この道の上で全員が惨殺された。俺が見たのはこの土地に染みついた古い記憶だったのだ。俺はその絵から目が離せなかった。逃げ惑う人々の顔はどれも苦痛に歪んでいる。と、その時俺は絵の隅に描かれた一人の人物に気づいた。他の人々と違い、その人物だけがこちらをまっすぐに見ていた。それは若い侍だった。刀を杖代わりにし、地面に座り込んでいる。その顔には諦めと無念の色が浮かんでいた。そしてその顔は
俺自身の顔と瓜二つだった。いや、それはたまたまかもしれない。古い絵だ。偶然似ているだけだ。だが俺はその絵を見て、言いようのない恐怖に襲われ、急いで資料館を後にした。それから数年が経った。俺は社会人になり、あの旅の記憶も薄れかけていた。先日仕事の出張であの街を再び訪れる機会があった。俺は導かれるようにあの歴史資料館へと向かった。館内は変わらず静まり返っている。俺はあの絵巻物の前へと立った。そして再びその絵を見る。色あせた絵の中の侍。やはり見れば見るほど俺の背筋をぞわりとした寒気が駆け上がった。その顔は俺自身の顔にしか見えない。俺は誰に言うでもなくその場を離れ帰路に着いた。結局あの体験は何だったんだろう。あの道で見た人々の群れも絵巻物の中の俺にそっくりな侍もただの偶然だったのか、それともその答えは今もわからない。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こりうる実話怪談の世界をお楽しみください。そしてあなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーとサイン入り名刺をプレゼントしています。10月の会場は群馬県の高崎駅周辺、そして11月は静岡県の静岡駅周辺でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。はい、ということでどうも皆さんこんばんは、ごま団子です。今回は4つの怖い話を読ませていただきました。コンビニの話がありましたね。なんとも嫌な怖い話だったなって思います。その男性の霊が上半身がなくて顔があって、下半身もあるみたいな。上半身だけがないっていう幽霊。珍しいなって思いましたね。下半身がブツンとちぎれてるというか、なくなってるわけですよね。顔もね、上半身がないっていうことで首のとこら辺で切れてんのかなって想像したんですけど、結構グロいよね、その姿が。そういう幽霊ってさ、この切断面というかそういうところってどうなってるんでしょうね。本当に人間と同じようにその断面があったとしたら、とてつもなくグロいなって思いましたね。自分も昔体験談でね、その酸化氷っていう話があって、知ってる人は知ってると思うんだけど、この話ね。トイレットペーパーが酸化氷になるとか、そういった話なんですけど、で、僕が引っ越しする前日
の夜にさ、そのトイレの前でさ、それがどうなんでしょうね。今となっては見間違いなのか何なのかわかりませんが、その50代ぐらいの女性が、ちょっとこのドレスみたいな、昔のドレスみたいのを着て、で、頭の上からこうスパンと半分にね、切れていたっていうか、半分がなかったんですよ。左半分だけあって右半分がなかったのね。そういう、女性の幽霊を見たと思うんだけどね。自分霊感ないと思ってるからさ、自分自身に。わかんないですけど、そういうのを見て、で、右半分がないわけじゃん。でもさ、自分の場合その正面だったから、よくその切断面みたいのが見えなかったんだよね。で、あとなんつうんですか、もう一瞬だけだったんで、よくわかんなかったんだけど、でもこのコンビニのそのね、男性の幽霊っていうのは、結構コンビニって明るい場所だし、自分引っ越しの前日でさ、もう深夜だったのね。いろんな準備をしてたらもう夜になっちゃってて。で、廊下の電気はつけてなかったのね。だから、トイレの前が暗かったんですけど、だから、ちょっとよく見えなかったんだけどね。正直言うと、でもこれってそのコンビニじゃんね。今回の話が。だから店内明るかったと思うんですよね。だからそういった部分もはっきりと見れちゃったんじゃないかなということで、より怖いよなって思いました。その男性の幽霊というのが、女性店員さんの、なんでしょうね、知り合いだったとか、もしくは、旦那さんだったのか、みたいな、いろんな想像が膨らみますけど、結局は何だったのかわかんない。で、その後、そのお店に、その女性店員さんの、息子さんだよね、が、そこのコンビニで入ってバイトをしていたっていうことなんだけど、それもまたすごいなって思いましたね。自分の親でしょ。で、それが、嫌いでも好きでも、何かそこにいたらさ、母がいた場所にいたらさ、結構悲しくなるというか、で、なのに明るく振る舞っていて、だからお母さんのこと嫌いだったのかなと思いきや、その女性店員は僕の母です、みたいな。死にましたよって言って、暗くなるところがあったんで、だからお母さんのこと別に嫌いじゃなかったんだろうなと思うし、なんでそこで働いてんだろうなっていう、なんか他の場所で働いてたとしてもさ、結構、悲しいじゃん。それこそ仕事が手につかない状態になるとかね。なのに母がね、亡くなる直前までいたそのコンビニで働くっていうのはすげえなって思ったし、なんか意味があってのことなのかな、みたいな。なんでしょうね。謎が謎を呼ぶお話というか、すごく、僕にとってはいろいろと考えてしまうお話でした。さあ、そして、パチンコ屋さんのお話ありましたね。これもなんか、読ませていただいてて、怖かったんですけど、なんつうんですかね。ラブコメの漫画見てるような感じでしたね。なんとなく、イメージ的には。この男性とこの女性は最後どうなるのかなみたいな感じでなんか読んでましたけど、仲良くなれて、で、その後もね、会って、連絡先も交換して、で、今度デート誘おうかなみたいな。いや、なんか幸せな感じで終わったなと思いましたけども、だからそこに嬉しくなりましたね。その女性も、そしてこの男性もすごく性格が良さそうな感じですよね。だから、なんか応援したくなるというか、男性の方もさ、なんかすごい純粋でピュアな、ね、純粋でピュアって同じ意味ですけど、ピュアなね、感じで、
ひょっとして俺のこと惚れちゃったのみたいな。なんか、可愛らしいな、みたいなね。まあ、それにしても、その、赤いドレスを着た男性の幽霊っていうのは何だったんでしょうね。まあ、生前そこに思い出がある場所だったんですかね、そのパチンコ屋さんが。でも、その殺してやるとか、背後で言ってんのはすごい怖いよね。人に対して恨みを持ってそうな感じだよね。だからそこも怖いなって思いました。まあそんなわけでどのお話も本当に今日も興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい。そしてこの動画の概要欄には、今度の10月、そして11月にある、ごま団子百物語という会談会、参加費無料で老若男女誰でも参加できる、会談会を、開くんですけども、定期的にやらせていただいてるんですが、それが今度の10月、11月とあります。10月は群馬、11月は静岡でやらせていただきます。本当に誰でも参加することが可能ですし、で、ちょいちょいね、質問もいただくんですよ。一人で参加しても大丈夫ですかとか、自分階段口調で語れないんですけど大丈夫ですかとか、そういう質問いただくんですけどもね、全然大丈夫ですよっていつも返させていただいてます。はい、本当に大丈夫です。何よりもね、来てくださる皆さんがね、本当に優しい人たちばっかりなんだよね。嬉しいことにね。いや、本当に嬉しいなと思うんですけど。で、もちろん僕たちも積極的に、喋りかけるので、皆さんに。なので、安心して来てください。はい、詳細は概要欄に書いてあります。さあ、そして、先日ですね、9月15日、岩手県の気仙祈祷会という怪談ライブに参加させていただいたんですけども、いやー、本当に楽しかったなもうかれこれ4回目とかなのかな ?5 回目かな出させていただいてるんですよ。そのイベントにね。ありがたいことにね。で、今回ね、多分、そのイベント来てくださった方々、半分以上が多分ね、僕のこと知ってましたね。僕と兄のことね。このごま団子の怪奇なチャンネル。まあ僕と兄で運営していますけども。いやー、だからそれが嬉しくてね。世の中にさ、有名な方々いっぱいいるじゃない。怪談の世界でもね。でもこんな無名な僕たちを理解してくれて、そして僕たちに会うためだけに来てくださった方もいらっしゃって、もちろん毎年ね、その会に参加してくださる地元の方々もね、いらっしゃって、それもすごく嬉しいんですよ。でも、いや、勇気を持って今日初めて来たんですとか、今日秋田から来ましたとか、宮城から来ましたとか、嬉しいなと思いましたね。本当に皆さんの顔が見れるだけで、もう本当嬉しくなるんですよ。幸せだなって。で、それでいて、そのイベント自体もね、本当に温かい会で、岩手の方々、まあ地域の方々が、やってくださってるイベントなんですけども、本当に出演者の方々もね、めちゃくちゃいい人たちだし、お客様もいい人たちだし、その、ライブイベントの箱っていうんですか、スタジオがあるんですけども、そこのスタッフさんともね、すごく毎回喋るんですけど、本当にこの方々もいい方々。もうみんないい方々。ほっこりするんだよね。で、ほっこりして、で、階段は怖いからゾーッとするみたいな、その緩急がついてるイベント。めちゃくちゃいいですよ。で、先日、宮城で会談会やらせていただいた時に、その王さんっていう方がね、来てくださって、アルファベットの王ね、王さん。まあ、頭文字のイニシャルでそう呼んでるんですけど、僕らが勝手に。で、そのイベントでもさ、この前の気仙祈祷会でも、その王さんのね、話をたまたまさせていただいたんですよ。王さんが話した話っていうのがめちゃくちゃ怖くて、で、それでぜひ
気仙でもやりたいっていうことでやらせていただいて、で、そのステージが終わってお客様とこう交流する時間があるんですけども、そこでね、俺初めて気づいて、うわ、王さん来てると思って。うわ、王さん来てるみたいな。あれもすごい嬉しかったな。なんかそのイベントとかでもさ、最近ね、会談会に参加してくださった方々が来てくださることが多くて、この前の横浜イベントでもそうだったんですけど、いやーなんかそこでさ、やっぱりこの人のつながりみたいのを感じるよね。で、また再度会えて嬉しいし、うわーみたいな。いやーなんか俺最近幸せだな。嬉しいなーって思います。はい。本当に皆さんに支えられて、今まさにやれてるので、本当に皆さんいつもありがとうございますという気持ちを再度お伝えしたいなと思い、今喋っています。さあ、そんなこんなで、じゃあまた次のお話でお会いいたしましょう。いきなり終わるっていうね。ちょっと長く喋りすぎちゃいましたね。ごま団子でした。おやすみなさい。